ィンランド2週目。今日は7月9日の水曜日です。今お昼ちょっと前なんですけど、今日めちゃくちゃ晴れてます。最高。4月1日からフィンランド来て、最初の1週間は結構寒かったり雨降ったりして、なんかあんまり夏を感じれなかったんですけど、今日は雲一つない晴れなので外に出て日光浴していきたいと思います。とはいえ東京のように30度とかではなくって、今日の最高気温は19度です。結構過ごしやすい天気になってます。なので今日の服装はこっちに来て2日目ぐらいで購入したマリメッコのショート丈のシャツを着ていきたいと思います。中に T シャツをね着てるんですけど、こちらのショート丈にデニム、そしてこの私のブランドのスウェードバッグ、これを肩にかけて外に出たいと思います。ここに先週冷えたらハッティの飲みの市で買ったムーミンのキーホルダーがついてるのがポイントです。嬉しいな、晴れなの嬉しい。フィンランドに住んでる人の気持ちがほんのちょっとだけわかるというか、せっかくの夏なのに寒くて曇ってたら本当にね気持ちが沈んじゃうんだけど、ちょっとでもこうやって晴れると本当に心が弾んで、もうすぐ外に出なきゃっていう気になるんですよね。多分外出たら街中で人がみんなね芝生とかで寝転んでピクニックしてると思うんだけど、なんかそういうことをしたくなっちゃう。なので私も今日は湖畔近くのカフェとかそういう感じでちょっと日光を感じられるオープンテラスのカフェに行って、ゆっくり書き物したりとかして、天気がいい一日っていうのを思う存分楽しんでいこうと思います。よし、外出るぞ。では行ってきます。来ました。無地レストランの唐揚げ定食です。美味しそう。たくさん唐揚げ乗ってて、なんかソースがかかってますね。でご飯となんかなめこみたいな小さなきのこが入ってる味噌汁、ブロッコリーとおからかなの副菜、きゅうりとわかめ。いただきます。美味しそう。唐揚げ、うまい。これ唐揚げ、上のソース柚子だ。柚子ソース、これはいいわ。美味しいです。普通に味噌汁以外は日本で食べる定食っていう感じ。いや美味しかった。次はこの冷たいうどんが食べたい。お腹がいっぱいになったので、ちょっと無印もね見ていこうかなと思います。日本に売ってないアイテムとかあるのかな。これ多分フィンランド語だよね。このカンピショッピングセンターオリジナルのバッグみたいです。これかわいい。カンピ5 years って書いてある。めっちゃ大きいトートバッグもある。かわいい。34ユーロ、3種類あります。これは日本に売ってないですよね。ギモーブって日本の無印にも売ってるっけ。なんかいろんな種類あります。このラズベリー美味しそうだから買ってみようかな。ギモーブラズベリー。うわー、これありがた。フリーズドライスープ買おうかな1個。これにしよう。ほうれん草とキャベツの味噌汁。こんなポット、こんな色合いのポットって売ってるっけ日本で。かわいい。ダークブラウンとくすみブルー。なんかフィンランド産のものを無地がセレクトしたブースもレストランの横にあります。この辺サウナグッズかな。そうだ、これサウナでお尻に引くやつ。あとこれいいね。あとこれいい。白樺のカゴ、24ユーロです。半年前にレビーで食べたトナカイのスナックも売ってます。 25g で 7.9 ユーロ。トナカイ肉のソーセージも売ってる。面白い。こういうのはちょっと日本に持ち帰れないとは思うんですけど、滞在中に食べてみるのはありですよね。これ買います。なんかカンピの前の広場でちょっとした市場がやってます。お菓子売ってたりとか。これなんだろう、お菓子だよね。美味しそう。
お花飾りたいな。3束買ったら10ユーロとかそういう感じ。ご飯のカフェでブルーベリーパイ、カスタードソースかけてもらいました。あとはストロベリールバーブレモネード。おはようございます。連日外出続きでさすがに疲労も溜まってきたので、今日は一日お家でゆっくりしようと思うんですが、ちょっとランチだけねテイクアウトして部屋で食べたいと思います。で、アパートから歩いて10分ぐらいの距離に美味しいハンバーガー屋さんがあるらしいので、そこに行ってみたいと思います。おいしい。今日はストロベリーとココナッツフレークと蜂蜜トッピングにしました。おはようございます。7月11日の金曜日、今は12時24分です。昨日ですね、ちょっと疲れが溜まってきたなと思って、こっちに来てもう10日ぐらい経って毎日ねどっか行ってたから疲れ溜まってきたなと思って、昨日は一日お家でゆっくりして、そしたらゆっくりしたからか体が休むモードに入っちゃって、もう昨日の夜からね結構だるいなっていう感覚に陥り、今日ね全然起きれなくて、ほんとさっき起きました。本当は今日はねポルボっていうところに日帰りのデイトリップに行こうと思ってたんですけど、ちょっとね行けなかったですね。まあでも今日ね天気があんまり良くなくてっていうか、一日中曇りでちょっと肌寒いので、まだまだフィンランド旅あるので
別日に移して、今日は疲れが溜まってきているっていうことでお家で日本食を食べたくて、近くにある東京館っていう日本食のスーパーみたいなところに行ってきて、うどんなのかそうめんなのかそういうものとか、あとなんかカレーのルートがあるらしいので、そういうのちょっとね買いたいなと思っています。あとお米とかね。で明日はなんかヘルシンキはあんまり天気良くないんですけど、調べたところによるとタンペレというね都市、そこがね結構天気が明日は良さそうなので、明日タンペレにね行こうかなと思ってるんですよ。でタンペレはなんかねサウナの聖地じゃないけども、サウナがものすごく有名で、公衆サウナがたくさんあるので、その中の1個なんかちょっと行ってみたいなと思ってて、そのサウナに行く時に持っていきたい薄手のバスローブみたいなものをマリメッコでね手に入れたいなと思っています。マリメッコのアウトレットに行こうと思うんですけど、いつも毎回フィンランドに行くたびに行ってるヘルトニエミにあるマリメッコ本社のアウトレットではなくて、今回はバンター空港近くのマリメッコアウトレットに行こうと思います。でそのマリメッコアウトレットの近くに行ったらアウトレットもあるっぽいので、そこも同時に見に行こうかなと思うんですけど、自炊する食材買ったり、これからサウナとかに行く時用の物品買ったり、他にもなんかいいのないかなと思ってちょっと買い物に行ってきたいと思います。で今日もねまあまあ寒いので、ベースレンジのサマーニットにデニム、上にちょっとライトダウン着ようかなと思います。でバッグはこちらヒンクヌンクのトートバッグを持っていきたいと思います。これもこの動画出てる時に発売されてるかもしれないんですけど、発売されたらぜひね概要欄とかからチェックしてみてください。はい、こちらの茶色のマチがあるトートバッグですね。でクタクタ系のやつが私は好きで作ったんですけど、取っ手がこの茶色バージョンの方は水色とダークグリーンなので、今日の青いニットに合うかなと思ってこちらをね持っていこうと思います。でこのトートバッグねパープルバージョンもあって、これもすごくお気に入りで、本体がパープル、そして取っ手がライトグリーンとちょっとくすんだグリーンですね。これはちょっとねブルーベリーの配色からインスピレーションをもらって作りました。この夏のフィンランドに持っていきたくて作った色のトートバッグです。すごいなんかこっちに来てもう10日も経ってフィンランドに来たっていう興奮はある程度収まって、でそこから毎日何しようかなっていうフェーズに入ってるんですけど、なんかもうここにいることが当たり前になってきて、こうやって12時ぐらいから行動することとかあるので、なんかちょっともったいないなって思う瞬間もあるんですけど、でも逆にこうやって自分の好きなタイミングで自分のペースで外に出れたりとか、明日何しようかなって決められることこそが今回の旅で私が求めていたものなんじゃないかなって。もうこの部屋に行って窓開けてカモメの鳴き声とか、この石畳の上を走る車の音とか聞いてるだけで、もう私フィンランドにいるんだなってすごく感じられるんですよね。なんかそれがすごく幸せで、今までのフィンランド旅とはまた違った充実感をね感じてます。はい、今から外に行ってきたいと思います。行ってきます。東京館やってきました。すごいカレールートがめちゃめちゃいっぱい種類あるんですけど、まだ 6.2 ユーロなんで、割高でありますが、ちゃんとバーモントカレーとかが買えるのめっちゃいいですね。お寿司作るための寿司とかもある。醤油も減塩のもあるし、大きいのから小さいのまでいっぱいあります。お米買いたい。これちょうどいいかも。11ユーロ。パックのご飯は1個 3.4 ユーロなんで、こっち買った方がお得っぽい。450グラムとか150とかでしょ。200か。2個買ってパックの方が安いか。やばい、納豆があります。しかもおかめ冷凍の 4.9 ユーロ。お漬物とか、あと味噌とかあります。梅干しとか、ポカリいいな。2個で5ユーロ。奥に食器とかある。すごい、寿司だるとかあります。包丁とかも売ってるんだ。日本っぽいおちょことか売ってます。着物も売ってる。さっきねパックの方がこれより安いんじゃないかって思ったんだけど、値段見間違えてて、どう考えてもこっちの方がね安かったので、お米炊きたいと思います。これ 450g で5ユーロだった。ちょっと重いので一旦部屋に置きに帰ろうと思います。デザイン美術館とか、あとヨハネス教会のあたりのアパートに宿泊してるんですけれども、すごく立地が良くて、どこにでも歩いてね行けちゃうんですよね。この
東京間も歩いてすぐだし、あとはヒエタラファティの飲みの市も歩いて行けるし、もちろんヘルシンキ中央駅も歩いて全然行けちゃいます。なのであんまりトラムとかね電車乗ってなくって、今 HSL の乗り放題券みたいなやつ13日間分買ってるんだけど、ほとんど乗ってないから、後半はトラムとか電車乗るたびにチケット買った方が安いんじゃないかなって思って、ちょっと見直してみようと思います。駅でお水買って、今からバスに乗ってマリメッコのバンター空港近くのアウトレットに行きます。バス停はヘルシンキ中央駅のすぐ横で、たくさんねこうやってバスが止まってるからすぐわかると思います。いろんな行き方あるんだけど、バスだと1本で行けるのでバスで行きます。7番のバス停から出発です。バスで1時間ぐらいかけてバンタ空港近くのマリメッコのアウトレット付近にやってきました。バス停から歩いて10分ぐらいでアウトレット店が入ってるショッピングセンターみたいなところに着けるみたいです。なんかすごく自然豊かないい感じの場所です。こっちの奥はなんか森の中のハイキングコースみたいなのがありました。でここのアウトレットはゾーン B の範囲なので HSL チケットゾーン AB のやつを持ってればここまでね来れそうです。いつもねマリメッコ本社のアウトレットに行ってて、また違うアウトレット行きたいよっていう方はありかも。どんなのがあるのか見に行っていきたいと思います。マリメッコ本社よりかは大きくないけど結構珍しい洋服がいっぱいあります。これ見たことない、めっちゃ可愛い。185ユーロで、これの黒も可愛いね。黒トップス30ユーロだ。このボーダー超可愛いね。これ40ユーロ。こういう落ち着いたカラーも売ってます。サイズ別に分けられてるのもめっちゃありがたいですね。可愛いのいっぱいある。水着もある。サウナ入る時とかに持ってくるの忘れちゃったらこういうところで買ったらいいですよね。上が35で下が20ユーロぐらいだから、上下合わせて50ユーロぐらいで水着ゲットできます。ダウンも売ってる。300ユーロ。スウェットもこれ結構新しいラインのやつだと思います。120ユーロです。いいね。なんか小さいけど掘り出し物があるって感じで、本社のアウトレットよりも好きかも。品揃え的には。いや、さっき行ってきたアウトレットめっちゃ良かった。途中から人が多くなってきて動画撮れなくなっちゃったんだけど、私がね家で使ってるようなウニッコ柄が書いてあるボールだったりとか、もちろんねマグもいっぱいあったし、歯切れコーナーもあったり、めっちゃね品揃え良かったです。楽しかった。で次は歩いて行ったらアウトレット行きます。50% オフ。いちごのオーナメント 50% オフになって50ユーロってことなのかな。いや50ユーロは25ユーロまで下がるわ。プラスエクストラで22まで下がりそう。ムーミンマグ 60% オフ。ちょっと大きいサイズのやつだ。グラスもあります。これ翻訳して調べたんですけど、2つのものみたいな感じで出てきたので、これもしかしたら2つでいくらみたいな、そういう値段表記かな。そしたらめちゃめちゃ安いですよね。例えばこの棚のやつ2つで19ユーロだったとしたらめっちゃ安い。ムーミンマグいろんな種類ある。プレートもマリボールも緑から黒白まで、これとかめっちゃ可愛い。クリアもあります。ヴィンテージもたくさん。青い方のカップ&ソーサーは 4.9 だけど、こっちは 3.2。 欲しくなっちゃう。この家で使ってるこのグラスもめちゃくちゃ安くなってるし、 40% 最大 50% ぐらいになります。だからこのグラスは29ユーロなんだけど、多分16ユーロぐらいまで下がります。このクリアのね使いやすいカラーのやつも最大19ユーロまで下がります。お皿もいろんなサイズで
取り揃えてある。めっちゃいいね。いや、なんかマリメッコのアウトレットといったら一番有名なマリメッコ本社の横に入ってるアウトレットなんですけど、今まで何回もそこに行ったことがあったので、今回は違うアウトレットに行こうと思ってバンターの方に行ってきたんですけど、めっちゃ良かったですね。で、買ってきたものがまずこちら、ボーダーのカットソーを購入しました。マリメッコのね、こういうボーダーのカットソーって本当にいろんな色のね組み合わせで売ってるんですけど、この水色、赤茶、ベージュ、紫、緑みたいな感じでいろんな色でね構成されてるボーダーのトップス、あんまり見たことないなと思って、カラフルな感じがすごく可愛いなと思って買いました。はい、こんな感じで、これ七分袖のカットソーです。襟元のあたりがちょっとボートネックみたいな感じになってて、可愛いカラフルなシンプルトップス、デニムによく合いますよね。次、こちらワンピース買いました。花柄のワンピースです。ウニッコじゃなくてちょっとマーガレットみたいな柄かな、総柄のワンピースなんですけど、このワンピースの配色は可愛すぎてちょっと一目惚れに近い感じで買いました。じゃん、着たらこんな感じです。めっちゃ可愛い。下にかけて A ラインにふわっと広がるロングワンピースなんですけど、袖のところがねふわっとしていて、ちょっとなんかハワイのムーブーっていうワンピースみたいな形のロングワンピですね。これはね、もう着心地がとっても良くて楽に着れるし、見た目のインパクトもあるっていうことで、このフィンランド旅後半にエスポーの方でコテージに泊まりに行くんですよ。なのでコテージで過ごす時に着たいなと思って買いました。あとはこちら、ウニッコの大きなポーチ買いました。外の素材はなんかちょっとキャンバス地っぽい感じ、分厚めの生地で、中がシャカシャカ系の生地なんですよ。中が水に強そうな感じ、少し濡れても多分大丈夫そうな感じで、仕切りがしっかりあって、なんかちょっとブラシとかをね挟めそうなバンドみたいなのもついてるんですけど、メイクポーチにしてもいいなと思うし、バスグッズとかスキンケアグッズとか旅行用のそういうのをざっと入れれるポーチとしてすごくいいんじゃないかと思って買いました。これはね60ユーロです。日本で買ったらこの系のやつってどれぐらいするんだろう。1万5000円とかもっとするのかな、2万円ぐらいとかしちゃうかもしんない、そんなポーチ、こちら買いました。あとはなんか100ユーロ以上買ったらコートもらいました。そんな感じでマリメッコのアウトレットでは3つ購入して、あとイッタラのアウトレットも結構そこはマリメッコよりも広くて、定番と言われているものがすごく安くなってたりしたので、このバンター空港近くだったらマリメッコのアウトレットもイッタラのアウトレットも一気にはしごできるからとってもいいなと思いました。ぜひ気になった方はバンターの方にも行ってみてください。夜ご飯作ります。夜ご飯作ると言ってもご飯炊いて納豆とお味噌汁用意するだけなんですけど、なんか昨日からちょっと胃もたれしてて、ちょっともうご飯と味噌汁と納豆だけ食べたいっていう今マインドなので、ちょっと質素なんですけど、それを夜ご飯にしたいと思います。で、今日東京館っていうね日本食をたくさん扱ってるなんか専門ショップみたいなところに行ってきて、日本食をねたくさんゲットしてきたので、これからねフィンランド行こうとして、で長期滞在で自炊したい、日本食食べたいっていう方もいらっしゃると思うから、だいたいこれがいくらぐらいかかったよっていうのを皆さんにレシート見ながらシェアしていきたいと思います。まずはお米、こしいぶき 450g ですね、5.5 ユーロ。カレールー3.5 ユーロですね、小さなカレールー。納豆、こちら 4.9 ユーロですけど買いました。冷凍餃子も買いました。30ピース入ってるんだけど味の素の冷凍餃子です。こちらの冷凍餃子は 9.9 ユーロ。
高すぎ。でもこれ冷凍だから好きな時に食べれるので、ちょっとお腹空いたなみたいな時の夜ご飯に食べたいと思います。あとは餃子食べるので、味ぽん 5.89 ユーロ使い切らなかったら、このエアビーのオーナーさんに聞いて残して帰ろうと思います。なんかこのね、冷蔵庫の中に他の宿泊者の人たちが残してった調味料が残ってるから、これ一応ね確認しようかなと思ってます。あとはどん兵衛、ちょっとどん兵衛1個買っちゃいました。なんかね、やっぱここに来て10日ぐらい経って結構なんか体力的にしんどい日があって、もう何も作れないみたいな時がねあるんですよ。その時の救世主としてちょっと1個だけ買いました。4.9 ユーロです。はい、これはもう本当に最後の手段で食べたいと思います。あとは飲み物かな。ポカリ買いました。2つで 2.8 ユーロです。ちょっとなんか安くなってた。これもちょっと体調悪くなった日にポカリ飲みたいってなるから買っときました。なんなら昨日の夜これ飲みたかった。昨日の夜結構なんか体しんどかったので、なんかそういう時がねまた起きそうだから買っときました。あとはもうどうしてもなんかお茶飲みたくなっちゃって、多いお茶 2.45 ユーロ。最後これも買っちゃった。オロナミン C。 フィンランドでオロナミン C に出会えるんだと思って感動して、ちょっと1本手に取ってしまったんですけど、こちら 2.6 ユーロ。もう私ほんとオロナミン C 大好きで、日本で毎日のように飲んでるんですけど、そのオロナミン C に出会ってしまったので、こちら買っちゃいました。そんな感じで冷凍食品とかお米、あとはドリンクとかを買って 44.92 ユーロですね。もう日本円にしたら今だと7000ちょいとかするのかな。高いですけど、長期滞在する時にはやっぱりどうしても日本食がね食べたくなってしまうので、必要経費かなと思います。毎日パンとかサーモンスープだとやっぱりいつもの食事じゃないから、なんかもう胃がなんか気持ち悪くなって、そこからなんか体調悪ってなっちゃうので、ちゃんと自分でご飯炊いて、時には日本食を挟んで、でフィンランドの料理も楽しむみたいな感じで体調よく過ごせるように必要だったので買いました。じゃあ今から夜ご飯作って食べたいと思います。納豆神。おはようございます。今日は天気がいいのでデイトリップに行きます。今からタンペレの方に行くんですけど、タンペレは今日はね日中27度まで上がるみたいなので、やっと夏日を感じられそうです。サウナとか行っちゃいたいと思います。では行ってきます。タンペレ着きました。初めてフィンランド来た時に行った以来2回目のタンペレです。で1回目はね冬だったから、夏のタンペレは初めてなので楽しみ。タンペレはねサウナのメッカでもあるので、ちょっと一日楽しんでいきたいと思います。で今からプーニッキ展望台というところに行って、そこの名物の、ドーナツを朝ごはんに食べたいんですけど、そこまで歩いていきたいと思います。ここ懐かしい。ここのビュッフェマジ美味しいんだよね。では向かいたいと思います。もう少しでプーニッキ展望台に着きます。展望台まではトラムでねすごく近くまで行くことができるんですけど、このタンペレで使えるニュッセっていう、公共交通機関がね乗れるアプリ、それをダウンロードしてデイチケット買おうとしたんですが、今ね持ち歩いてるのがマスターカードのデビットと、あとアメックスのカードなので決済できなくて、
ビザかマスターカードしかね使えなくて、でクレジットカードのビザがね今アパートにあるから、とりあえずプーニッキ展望台までは歩いてるんですが、帰りはねちょっとウーバー使おうかなと思います。なので旅に行く前は HSL とかタンペレ行く時ニューステのアプリダウンロードしてクレジットカードまで登録しておくのをおすすめします。美味しすぎる。これ美味しすぎる。タンペレの市内の方に戻ってきて、これからサウナに行くので、なんかピクニックマットみたいな、サウナ後にピクニックできるマットを買いにソコスに寄ってみたら、マリメッコのブースでウニッコのキャンドル発見。めっちゃ可愛いんだけど買っちゃおう。赤、緑、ピンク、白があります。We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. World outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be, got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn-out track. Yeah, it feels like that. いや、最高に気持ちよかった。サウナ初めてサウナがこんなに気持ちいいんだって感じれたかもしれない。なんかやっぱり現地の人に入り方を教えてもらったのがすごく良かったのかなって思うんだけど、近くに座ってたおじさんに5分から15分ぐらい、もうとにかくじわじわ暖かくなるまで耐えてって言われて、でその間に何回もロウリュ
されて、最後出る直前にロウリュするからって言われてロウリュされて、暑くても汗だらだらでもう限界ってところで外出て、でついてきてって言われて一緒に湖に入って、おじさんは泳いでたんだけど私は泳ぎが得意じゃないから階段のあたりでとにかく肩まで浸かれって言われて、20秒使ってって言われて、結構冷たかったんですけど20秒ぐらい使って、でまたサウナに戻ったらいいよって言われて、おじさんから教えてもらったサウナの入り方で4回くらいループして、めちゃくちゃ気持ちよかったです。最高。公衆サウナだけど結構清潔だし、入り方も分かりやすいし、みんな優しいからいろいろ教えてくれるし、タンペレに泊まってたら一日中行ったい、そんなサウナですね。超楽しかった。サウナハマりそう。オールドマーケットホールのストーリーというお店でストーリーズミートボール注文しました。これ美味しいんだよね。以前も食べて美味しかったのでリピです。ミートボール5つ、その下にマッシュポテト、ベリーとキュウリ、あとはストーリーズアイスラズベリーです。すごいカルダモンがいろんな粒の大きさで売ってる。面白い。
おはようございます。なんか3日前ぐらいから急にヘルシンキに夏がやってきて嬉しくて夏服を着ました。今日は黒のフレンチスリーブのトップスにマリメッコのウニッコのスカートです。そこにピンクヌンクのトートバッグ紫の方をね持って出かけたいと思います。いや本当はね今日一日中家にいようかなと思ったんだけども、あまりにも天気がいいから、天気がいい日はね外にちょっとでもいいから出たくなっちゃうから、ちょっと行ってきたいと思います。では行ってきます。マリメッコ来ました。もうさ 50% からさらに 20% 値引きされるみたいで、100ユーロだったら42まで下がります。めちゃめちゃ安いじゃん。ちょっとチェックしていこうと思います。これつい最近のコレクションのじゃん。ちょっとピンクで派手っていうので下がってるのかな。でも可愛いですけどね、シャツとか。この赤いドレスも可愛い。これも 70% オフです。デニムもあるじゃん。デニムも 70% オフ。まさかこのラインも、そうだ、これも 50% オフだね。これとかすごい使いやすそうなシャツワンピース。やばい、この辺のポーチも安くなってます。 40% からさらに 60% オフ。23ユーロだから14ユーロぐらいになります。トートバッグもセールです。最大 60% オフ。7月の中旬になると夏の最後のサマーセールやるっぽいんでお買い得ですね。Mozzarella and tomato. 暑いからファッツェルでケーキとジュースでも飲もうかなと思ったらとんでもないものを発見してしまったので頼んでみました。ファッツェルムーミンっていうメニューがあったんですけど、一番下にキャラメルソースがあって、その上にたっぷりのバニラアイスクリームとストロベリーアイス、そして上にスプリンクルとファッツェルのムーミングミ、そしてワッフルコーンが乗っためっちゃ可愛いパフェがあったので頼んでみました。 9.5 ユーロなんですけど、今日すごく暑いのでこれ食べて涼みたいと思います。めっちゃ量多いけどアイスがめっちゃ美味しいから食べれそう。美味しい。シナモンロールを作るためのちょっと伸ばす棒みたいなやつ買いに来ました。これいいね。これ一番安いしフィンランドブランドっぽいマークついてます。7ユーロ。ムーミンの型がいっぱい売ってて、スナフキンとかムーミンママとかの小さいやつも売ってるんだけど、ここはこんな大きいサイズのも売ってるんです。かわいいよね。スニフお土産に買って帰るのにいいかもしれないですね。
今から夕方にかけてシナモンロール作ろうかなと思ってるんですけど、シナモンロール作るために昨日材料買ってきたのでご紹介します。フィンランド流のシナモンロール、コルバプースティ。まずこちら、小麦粉。めちゃめちゃ可愛くないですか、パッケージ。砂糖、あとグラニュー糖も必要っぽいのでこちらも買いました。ソケリっていうのがフィンランド語で砂糖っていう意味みたいで、そのソケリの上にトムみたいなのが書いてあると、これはグラニュー糖らしいです。であとはこちら、シナモンロールの上にかけるシュガーですね。また牛乳でしょ、卵、バター。このボイっていうのがね、バターっていう意味らしいで、どれにしたらいいかなって迷ったんだけど、これパッケージのこの絵が多分シナモンロールみたいなパンって感じだから、これでいいんだろうなと思って買いました。あとはこちら、生イースト。ヒーバっていうのが生イーストらしいんですけど、珍しい。なんか日本で生イーストとか見たことないかも。普通ドライイーストですよね。あともちろんドライイーストも売ってたんだけど、生イーストでもコルバプースティ作れるみたいなので挑戦してみたいなと思ってこちら買いました。あとこちらシナモンパウダー。あとはシナモンロールの生地に練り込むカルダモンパウダーですね。もう本当にさすがだなと思うのは、フィンランドは本当にカルダモンの種類がめちゃくちゃ多くって、これも粗挽きとかものすごく細かくなってるものとかいっぱい種類があって、私はなんか勘で選びました。まあまあ細かくなってるもの。これ持って帰れるなら持って帰りたいな。はい、そんな感じでフィンランドに来たら一回はやってみたかったフィンランド流シナモンロール、コルバプースティを作ってみるっていうのに挑戦していきたいと思います。7月の頭からフィンランドに来て、今2週目なんですけど、1週目は結構本当に旅行気分っていう感じで、お買い物に行ったりカフェに行ったりとか、そういうことをね主にしたんですけど、2週目に入ってからはちょっと天気が良くなってきたっていうのもあるし、あんまり予定を詰め込みすぎないで、とにかくのんびりするっていうことを楽しむようになりました。太陽が出てたらとにかく外に出て、その辺の芝生の上で座ってアイス食べるとか、サウナ入った後に岩場でぼーっとするとか、そういうなんてことない時間、時がゆっくり流れるその時間を大切にするっていう風な過ごし方にちょっと変化していってます。というのも本当にフィンランドの人がそういう風に夏をね楽しんでいるのを見て、私も真似してやってみたくなったっていうのもあるし、日本にいる時は、休日とかは友達とか彼とお出かけしてお買い物したりカフェしたりとか、なんかどっか行ってみたりとか、そういうことがすごく楽しかったんだけど、こっちに来て自然の中でゆったり過ごすっていうその楽しさに気づかされてます。今までは本当に一日にどれだけ予定を詰め込めるか、どれだけいろんなことをできたか、そこでしたことで自分は何を得られたのかみたいな、そういう毎日に何かしらのタスクを設けてそれを達成できたのかっていうことで喜びっていうのがこう上がったり下がったりしてた気がするんだけど、今はそんなのもういいじゃんみたいな、とにかくなんかゆっくりしたいわみたいな気持ちになって、今日なんか有意義に感じられることあったっけみたいな、そういうことをねわざわざ確かめるのをやめれるようになった。本当に自分がいつもどれだけ生き急いでたんだなっていうのを実感させられましたね。これからの自分の生き方みたいなのをもう一回考えさせられる、そんな2週目でした。はい、では、コルバプースティー作りが成功するのか失敗するのか、最後まで見届けていただけると嬉しいです。
はようございます。今日も朝からめちゃくちゃいい天気だから、これからソーメンリンナ島に行きたいと思います。ヘルシンキのマーケットプレイスのあたりから船が出てて、10分20分ぐらいで到着する島なんですけど、そこで天気いいのでピクニックしたいと思います。で今日は、すごくラフな格好してて、上は昨日買ったサムソーサムソーのアイスクリームプリーズティーです。これ後ろが可愛いんですよ。見えるかな。アイスの絵が入ってます。そこに日差しが強いから帽子とマリメッコのデニム、そして、ソーメンリンナ島は結構なんか足元悪いらしいのでハイキングシューズ履いていきます。でバッグはちょっと前にムーミンショップで購入した時にもらったノベルティのトートバッグ、80周年のやつですね。ここにお水入れて、タオルも持ってきます。これタンペレで買ったものなんですけど、バスタオルなんですが、ピクニックマットね早く買わなきゃと思いながら、このバスマットをピクニックマット代わりにしてます。そこに、昨日自分で作ったシナモンロール入れていきます。マリメッコのペーパーナプキンも入れてね、詰めて持っていきます。あとは乗り場近くのマーケットでイチゴとか買えたらイチゴ買ってソーメンリンナ島行きたいなと思ってます。では行ってきます。いちご買ってソーメンリンナに行きたい。この詰め合わせミックスボックスとかいうの美味しそう。これ食べたことある。スナップエンドウ美味しいですね。1カップ7ユーロ。平たい桃も売ってます。今日は天気がいいからかすごい人がたくさん。ハンバーガーとか20ユーロ前後でトナカイ肉とかサーモンのステーキとか。Enemmän, jos tekin osallistu bileisiin, niin se on kuin hujaus. Kiitoksia. スオメンリンナ行きのフェリーはマーケットプレイスの奥にありました。20分間隔で運行してて HSL チケットで行き来することができます。券売機でもその場で買うことはできるし、アプリでも乗れます。デイチケットが今日の4時2分までなので、それまでに帰れたらいいなと思いますけど、無理だったら無理で帰りのチケットもう一回買おうと思います。今はね2時9分です。スオメンリンナ島着きました。さすがお天気もいいので人がいっぱいです。この島に何もないのかなとか思ったら、ちゃんと K マーケットとかあるので、もしお水とか買い忘れたらここで買って散策できますね。でちょっとなんか広くてどっちに行ったらいいんだろうね。こっちに行くか。特に何も目的はなく来たので、ふらふら歩いてどこかでピクニックしたいと思います。かわいいカフェが、木陰にテラスがあったりして気持ちいい。ここはやっぱお天気の日に来るべき場所だね。最高。
いや、スオメンディンナ島広い。あてもなく歩いて、で今パッと地図見たら近くにキングスゲートっていうところがあるので、そこ行ってみたいと思います。Rolling on my phone, mine is tired, lying to myself. I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. I can get lost down that dangerous road. I am not dead. I do not know what they're really going through. There's a lot that I assume. Freedom I get from the work that I do. Thoughts that I choose, feelings I assume, finding the middle of you. 楽しかった。2時間ぐらいゆっくりしました。結構広いからゆっくり見て回ろうとするなら1日ぐらいやっぱり必要かも。で日差しも強いし、あんまり木陰がないので暑くて、ちょっともうアイスクリームプリーズって感じなので、アイスクリーム食べて帰ろうかなと思います。To love my life, what I have, made foundation strong, built with bricks instead of straw. Gratitude, wiser